はい、皆さんこんにちは。前回のノブヒルツアーの場所から今回はロッシャンヒルのツアーを始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、こちらの角なんですけれども、前回もお伝えしたかと思うんですけれども、映画によく使われる場所になりまして、この交差点、幸せの力という映画に何回か出てきます。お父さんと子供がバスを追っかけるシーンとか、あとラストシーンにも出てきますし、でこちら側の今度坂道なんですけれども、これはヴェノンという映画に出てきまして、高速でバイクが登っていって頂上でバイクが飛んでしまうと、空中に舞い上がってしまうというシーンで撮られています。でこちらがとっても眺めが良くて、トランスアメリカピラミッドとかセールスフォースとかベイブリッジが見えるわけなんですけれども、で1906年の大地震の時に大火災が起こったわけなんですけれども、その大火災に残ったエリアっていうのがダウンタウンでは3カ所2カ所か3カ所ぐらいしかなかったんですけれども、そのうちの一つがこのブロックになります。ですからこのブロックには日本の江戸時代後期に建てられた家が今でも残っていて使われているということになります。でこちらのオリーブ色のちょっとパステルカラーのオリーブ色の家があるんですけれども、こちらロシアンヒルで最も古い家の中に入りまして、ハウス・オブ・メニー・コーナーと言われています。つまり角の多い家ということで有名な家なんですけれども、ちょっと見てみたいと思います。本当に角がすごい多い家だったんですけれども、実はペテン師、詐欺師の夫婦が住んでいたわけなんですけれども、詐欺師の夫婦ということであまりうまくいかなくって離婚したんですけれども、その時に家を真っ二つに分けて、南側と北側に奥さんと夫ということで分けたんですけれども、北側の家はですね、もうご主人様売ってしまって今は半分のみ残っているということになります。でここから見ますと真っ二つに切った時の跡がよくわかるかと思います。でさらに坂道を登っていきますと、でこちらの家なんですけれども、こちらの家はネットフリックスのサイファイのテレビシリーズ OA というのに出てくる家になります。でこちら側の家なんですけれども、歴史的に非常な大切な家なので、坂道を登り終わりましたら解説させていただきます。で私の後ろにありますこの黒っぽい家なんですけれども、ハウス・オブ・ザ・フラッグ、つまり旗の立つ家ということで呼ばれている家になりまして、江戸時代後期に建てられて、で1906年の大地震火災に生き残ったこのブロックでは唯一燃え残った家ということになります。でなぜこの家だけ残ったかと言いますと、この家の持ち主の人が旗を、フラッグですね、旗を集めるのが趣味で、火災が近づいてきて、でもう自分の家がダメになるかもしれないっていう時に、自分のコレクションの、自分が収集していたアメリカの国旗の中で一番素晴らしい国旗を家のてっぺんに立てまして、それで敬礼をして家を去ったということなんですけれども、それをちょうど見ていた消防士たちが下にいまして、このような愛国心のある人の家を燃やしてはいけないということで、この消防士たちが坂道を上がってきまして、ちょうどこの緑色の家なんですけれども、ちょうど建設中でいろんな砂とか水とかがありましたので、それを使ってこの家を燃えないようにしたと、そのおかげで生き残ったという家になります。それでは今からこちらの階段を登っていきたいと思います。でこちらの階段なんですけれども、自分の自己紹介の動画で下ってきた階段になります。今日はそれを登っていきたいと思います。で今ロシアンヒルの頂上に来たんですけれども、このようにプレートがはめてあります。でこのロシアンヒルの名前の由来なんですけれども、ロシアの水兵さんたちの船乗りたちのお墓がこの辺にいっぱいあったということで、ロシアの習慣で船乗りさんの人たちは海が見える
ところにお墓を建てたということで、この海が見える、今はもうあのビルのおかげで見えなくなってますけれども、海が見えるところにお墓を建てて、でここがそのロシア人の人たちのお墓だったことからロシアンヒルという名前がついたということになります。で後ろのこちらの家なんですけれども、有名な建築家のウィルス・ポークという人によってデザインされて建てられた家になります。宝島という有名な小説があるんですけれども、その有名な小説を書いたロバート・ルイス・スティーブンソンが太平洋上で亡くなった時に、その夫を亡くした奥さんがしばらく泊まりに来ていた家でもあります。で皆さん、これまた小説家なんですけれども、ローラ・インゴール・ワイルダーという人をご存知でしょうか。この人をご存知なくても、多分この人が書いた本は皆さんご存知だと思います。この人が書いた本の名前なんですけれども、大草原の小さな家という本になります。やはり妹さんがこの辺りに住んでたこともありまして、そのローラ・インゴール・ワイルダーなんですけれども、1915年の博覧会があった時に、博覧会を見にサンフランシスコにやってきた時にこの辺りに宿泊したという記録もあります。こちら側から見ると3階建てに見えるんですけれども、実は丘の斜面に立っていますので、向こう側から見ますと6階建てに見えます。旗の立つ家のすぐお隣がアイナ・クールブリスパークという公園になっています。でこのロッシャンヒルのエリアなんですけれども、昔はケーブルカーがなかった時代に、こんな山の上の、こんな丘の上の偏僻なところに住むという人はあまりいませんでしたので、非常に、土地や家賃が安いということで、この辺には詩人とか画家とかたくさんのアーティストが住んでいた場所になります。でこちらとっても眺めがいいので、よくここに来て一人でぼーっとすることもあるんですけれども、とりあえず眺めの方をお楽しみください。さあ、こちらの風景いかがでしたでしょうか。でこの名前になっているアイナ・クールブリスという人なんですけれども、有名な当時、日本の明治時代ぐらいなんですけれども、当時非常に有名だった詩人の人で、カリフォルニア州で初めて景観詩人といいまして、その詩人での最高の地位ということで名誉をもらった人でもあります。こちらに銅板がはめられていますので、ちょっと見てみたいと思います。で自分の後ろ側にいくつかのマンションがありますけれども、このマンションですね、ちょっとしたドラマがありますのでお伝えしたいんですけれども、この角の低い家のところの持ち主の人が最初住んでた時に海が見えてたんですね。でその海が見えていたのにマンションが建ってしまったということなんです。でその建ったマンションっていうのが今外壁の修理をしているマンションなんですけれども、でそのマンションが建ったおかげで海が見えなくなったと怒ったこの角の家の持ち主なんですけれども、それだったらこのマンションの眺めを見えないようにしてやるということで建てたのがクリーム色のマンションなんです。クリーム色のマンションのおかげで最初に建ったマンションは東側の眺めが全く見えなくなったということになります。こういうですね、相手の眺めを見えなくするようにして建てるビルディング、結構アメリカにたくさんありまして、スパイトビルディングと悪意に満ちた建物と呼ばれています。でこのアイナ・クールブリスという女性なんですけれども、オーバーランドマンスリーという新聞雑誌社に勤めていまして、でその雑誌社がトランスアメリカピラミッドのところにあったわけなんですけれども、でそこで一緒に働いていた人たちの中にマーク・トウェインがいたということになります。このマーク・トウェインなんですけれども、その雑誌社があるところの前に
サウナがあったわけなんですけれども、そのサウナである男の人と出会います。でその男の人なんですけれども、消防士で昔チリでナンパをした船の船員たちを助けた話など、非常に勇敢な話をマーク・トウェインにして聞かせるわけなんですね。でそのマーク・トウェインはある日、そしたら君が少年時代だった頃を自分で想像して、その少年の物語を書こうということになったわけなんです。それで本が出来上がったら君にお礼をするよということで、マーク・トウェインはそんな勇敢な少年の物語を書くわけなんです。でそのサンフランシスコで出会った消防士の人の名前がトム・ソーヤという名前だったわけで、トム・ソーヤの冒険はサンフランシスコでマーク・トウェインが出会った消防士の影響を受けて作った物語ということになります。はい、でこちらのマコンドレーレインなんですけれども、今から登っていきたいと思いますが、アルミステッド・モーピンという作家の小説「The Tales of the City」というので有名になって、ここがそのバーバリーレインという小説に出てくるバーバリーレインのモデルになったと言われています。でこちらあんまり観光客の人が来ない小道なんですけれども、とってもリラックスできるのでよく自分は来たりするんですが、こちら、マコンドレーレインになります。でここですね、マコンドレインの15番地になりますけれども、ここにアイナ・クールブリスが住んでいたこともあります。その詩人のアイナ・クールブリスですけれども、同僚のマーク・トウェインにプロポーズされたのがここということになります。でも結婚していないところを見ますと、多分マーク・トウェインさん振られちゃったんでしょうね。でこちらなんですけれども、見てください。ジーンズを利用した鉢植えがございます。いいですね。こちらがうっそうと茂これはセントフランシスでしょうか。そうですね、セントフランシスがいます。はい、マコンドレーレインいかがでしたでしょうか。とっても静かなところですね。はい、出てきました。こちらの坂道、アルカトラズ島がよく見えますね。こちらアルカトラズ島が、今日はちょっと曇りなんですけれどもよく見えてます。はい、こちらグリーンストリートにやってまいりました。間きついです。はい、それではグリーンストリートのところにですね、こちらにいくつか火災で燃えなかった家がありますので見てみたいと思います。でこの辺は全部火災で燃えちゃった家なんですけれども、次の白い家、実はですねこれ昨日足場を崩してまして、昨日新しく塗り替えが終わったばっかりなんですね。でこれベイリーハウスと言いますけれども、
この家が火災に生き残った家で、お隣さんも火災に生き残った家になります。で、あまりにもちょっと近すぎるので、向こう側から見てみたいと思います。で、こちらの白い色のベイリーハウスなんですけれども、実は昔はノブヒルに建っていた家なんです。で、ノブヒルに建ってた家なんですけれども、そのノブヒルの家が建ってた土地に新しく家を建てたいという人が出てきまして、で、ベイリーさんっていう写真家の人だったんですけれども、じゃあいいよっていうことで、自分はこの家をノブヒルからそっくりそのままここに持ってきて、で、土地を譲ってあげたわけなんですけれども、ここに持ってきたおかげで、ノブヒルはもう全部家が燃えてしまったのに、ロシアンヒルのベイリーさんの家は残ったという、すごくラッキーな方の家になります。で、お隣の家なんですけれども、2階のところに変な階段が登っているんですけれども、実はこれは昔はもともと2階建てだった家を持ち上げて下に1階継ぎ足して3階にしたということで、ですから2階のところに階段が行ってるんだろうという説があるんですけれども、結構こういうパターンはですね、サンフランシスコではよくあります。はい。で、こちら側にあります建物なんですけれども、今はコンドミニアムといいましてマンションになってまして、1階のフロアが全部1軒ということになっていますが、このちょっとフランスっぽいデザインなんですけれども、実際にフランスの美術学校で建築デザインを勉強したルイス・ホバートによるものなんです。で、このルイス・ホバートなんですけれども、サンフランシスコにもう一つ有名な建物を建てておりますけれども、それがノブヒルのグレース大聖堂になります。ということで、ちょっくらまた歩いていきたいと思います。で、こちらはですね、フェアモントホテルのロビーをデザインしたジュリア・モーガンという当時有名な女流の建築家がいたんですけれども、その人がデザインした家になります。で、次の家なんですけれども、フジエハウスと呼ばれて、フジエさんは商人だった、フランス系の商人だったわけなんですけれども、この人はですね、マーク・トウェインの友達だったんですけれども、そのフジエさんが建てた八角形の家ですね、オクタゴンハウスと言います。で、江戸時代の後期なんですけれども、八角形の家を建てると幸運が訪れるとか健康になるとか、そういう言い伝えがありまして、で、サンフランシスコに6軒ぐらい八角形の家があったんですけれども、今はもうサンフランシスコに2軒しか残っていなくて、その2軒のうちの1つということになります。はい。で、こちらの角にありますのがベルエアタワーと呼ばれるマンション、コンドミニアムのビルですね。で、今カリフォルニアの州知事をやってますガビン・ニューサムが昔住んでいたところですね。彼が住んでいたのは4億5000万ぐらいでしょうか、それぐらいの部屋に住んでいたということになります。で、こちら行きます。はい。で、こちらユニオンの角までやってまいりました。で、これを今から渡ってレベンウォースですね。こちらに行きますとロンバードストリート、くねくね曲がったロンバードストリートの下の部分に到着します。ロシアンヒルは本当に閑静な住宅地で安全なところですから、結構住むのにはいいですよね。ちょっと高いのでお金がないと住めないかとは思うんですけれども、自分も住んでみたい場所ではあります。で、目の前向こう側にスウェンソンズのアイスクリーム屋さんが見えてまいりました。で、このスウェンソンズのアイスクリーム屋さんなんですけれども、太平洋上で第二次世界大戦の時に兵士たちにアイスクリームを作って出していた人がオープンしたお店になります。彼が太平洋上で作っていた3つのアイスクリームの味とは、バニラ、ストロベリー、チョコレートの3つになります。
でここまでやってきまして、でここから先なんですけれども、くねくね曲がるロンバードストリートの動画の中に全て入っておりますので、もしご興味がありましたらご覧ください。本日もご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。